UEC やばいか。 1.6 秒台に到達した私の最速マシンです。ここからどうスピードを上げるか。近年はミニ四駆サイズでも空力の影響があることが報告されています。つまり空気抵抗も最速マシンはローラーステイを斜めにしています。ステイに当たった空気はダウンフォースと空気抵抗に分かれます。フロントはこう。前方投影面積が長くて空気がたくさん当たりますね。ハニカム構造にすることで空気抵抗を減らす、さらなる速度を得る今回の作戦です。まともな強度で作れるのか。それでは製作でレッツゴー。試作シャーシ1号です。バキバキバットです。強度チェックをしたら簡単に折れてしまいました。試作シャーシ2号です。 ADSGF で印刷しましたが、こちらも簡単に折れてしまいました。強度チェック。ハニカムが細すぎます。太くすると空気抵抗が大きくなります。試作シャーシ3号です。思い切って完全開口にしてみました。合成チェック。ふにゃふにゃバットです。補強も細すぎです。変長針シャーシではこちらを軽くする必要があるので太くはしたくないです。試作シャーシ4号です。柱を1本追加します。試作シャーシ5号です。柱を太くしました。合成チェック。上下方向の力には強くなりました。板は柔らかいです。ねじれはまだあります。試作マシン完成です。まずは走らせてみましょう。5。挟まったローラー幅が広すぎです。幅を狭くする可変ローラーのストロークが短いです。ストロークを1ミリ延長しました。これでいけるでしょう。5。お、抜けました。2.180 秒。一発目としてはグッドです。レーンチェンジスロー。1周目、2周目。明らかにねじれています。このねじれようだとスピードを上げたらコースアウトします。ちなみに基本セッティングは前作と同じなので、おそらく合成の低さによって全体的に遅くなっています。空気抵抗を下げて速くしようとしているのに本末転倒です。というか空気抵抗も本当に下がっているのですか？今回のコンセプトではその効果の有無が最も大事です。だから買いました。デジタルフォースゲージです。これは何ですか？押し付けと引っ張りの力を測定する計測器です。シャーシに風を当ててシャーシがこの計測器を押す力を測ります。それを空気抵抗の指標としてみます。ホースを置きます。計測器を設置します。万力を設置します。ブロワーを固定します。空気抵抗測定装置完成です。まずは何も置かない状態で送風してもゼロになるかを確認します。これがゼロじゃないと開口部を通過した風が加算されるので正しい測定になりません。スイッチオン。先端のお皿が風に押されてその力が測定されてしまっています。これはダメです。先端を交換します。斜め形状になっているものです。どうでしょうか？先端を押す風の力が測定できないくらいに小さくなりました。グッドです。測定装置のセッティング完了です。空気抵抗の測定対象。フロントが斜めのシャーシ、つまりオリジナル版です。ハニカム開口ステ。全開口柱あり。全開口柱なし。この4種類を測定します。まずは斜め捨て。0.101 ニュートン。この値をベースラインとします。ハニカム捨て。開口部の効果測定が目的なので風は開口部に当たるようにしています。0.051 ニュートン。約半分になりました。どうやら開口の効果はあるようです。大開口柱あり。0.033 ニュートン。さらに押し付けの力が減りました。大開口柱なし。0.000 ニュートン。マジか。今回の計測器では測れないほどに押し付けの力が弱くなりました。風に押されはするので空気抵抗はもちろんありますが、開口による効果が明確にあることが分かりました。開口の効果があることは分かりましたが、このままでは合成も強度も足りないです。ということでスーパーエンジニアリングプラスチックを使います。 PTSCF。スペック上は曲げ弾性率が PETG の約 3.5 倍です。つまり超硬いプラスチックです。ですが印刷難易度が高いので発注します。 PCB レイのプリント発注画面でモデルをアップロードします。こちらは大開口柱あり。素材は PTSCF。
数量は予備含めて2つです。あとはデフォルト。製品説明は輸出統計品目表を参照して入力します。同様に大開口柱なしも発注します。届きました。発注の3日後という驚異的な速さでした。これオーダーメイドですよね。さすがにラッキーだと思います。印刷品質は積層式としては高いです。 EPSCF は印刷難易度が高く高価なので発注のメリットは大きいです。フィラメントが一般の10倍以上の価格ですからね。音がプラスチックじゃないんですけど、比較一般的なプラスチック TPSCF。 硬さに期待のできる音です。固定したシャーシのローラーステを3ニュートンで引き上げて変形する高さで合成を比較します。新導入の計測器にテンションが上がっているので実験多めです。定2で高さを測ろうと試みていますがいい場所が見つからないです。メモリもよく見えないです。画像を重ねて比較することにしました。まずは開口柱あり同士で比較します。ここで止めます。同じ位置にシャーシを固定して3ニュートンまで引き上げます。ストップ、重ねます。TPSCF の方が変形が少ないです。画像だと微差に見えますが実際に触るとかなり違います。開口柱なし同士で比較。3ニュートンに達する前に大きく変形してしまいました。ここでストップ。数値は3ニュートンですが変形で力のかかり方が変わってしまっているので参考値です。 TPSCF。 怪しい音がしましたが耐えました。重ねます。この結果からは変形に耐える限界が高いことが分かります。その後も折れたり曲がりが戻らなくなったりはなかったです。高い合成と若干の人生があることが分かりました。人生がないと簡単に折れますからね。オリジナルも見てみましょう。素材は透明ペット G です。ストップ、重ねます。開口柱ありの TPSCF の方が変形が少ないです。開口の上下板の厚さは1ミリなことを考えるとすごい面白い結果を知れて満足です。それでは柱ありとなしどちらにしますか？柱なしにします。空気抵抗が最小なこと、EPSCF じゃないと成立しない得意な形状なこと、合成をさらに高めるアイデアを思いついたことが理由です。スライドダンパーを保持するカーボンロッド、これをリアステーまで貫けばさらに合成が向上します。もし合成不足でも柱ありに乗せ替えればいいだけですからね。うにょーん。スライドローラーステを印刷しました。カーボンロッドをチョップ、スティックスにします。基板は配線を引き直して太くしました。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。固定します。ローラーを取り付けます。固定します。バネを入れます。グリス塗り塗り、可変ステを取り付けます。カーボンロッドを差し込みます。稼働チェック。スルスルグッドです。スキットローラーを取り付けます。制御モジュールを搭載します。バッテリーを搭載します。ケーブルを接続します。ローラーを取り付けます。固定します。できました。空力無効長辺長針シャーシ。マシン名は UEC エアロブレーカーです。大きな開口部は空気抵抗を低減します。可変幅ローラーはウェーブセクションを通過させます。左側に配置された重要物は重心を偏らせます。重心チェック。雰囲気ここらへん。重量チェック。 43.46g。レーンチェンジの復習。マシンが右上がりになると外側にまくられてコースアウトしやすくなります。特に下りの壁飛び移り時の衝撃で大きく右上がりになります。飛び移る壁に重心を近づけることで右上がりを抑制するのが変長針シャーシのコンセプトです。レーンチェンジでの動き。レーンチェンジ上りは右側のウレタンローラーでマシンを左上がりにします。マシンを斜めにして引っかからせます。変長針は右側の力に対しては不安定なので左上がりを作りやすいんですよね。レーンチェンジ下りでは右上がりの勢いを変長針で抑えます。これにより左上がり姿勢の突っ張りを維持したままコースアウトを防ぎます。これが理想の動きです。実際は右には上がりつつ耐えるような動きになります。高速なので飛び移りの衝撃が大きいのですね。コースたわみますし、理想を実現するために今回はさらに工夫をしています。右ローラーが左よりも若干中心寄りです。ストレートセクションではローラーと壁に隙間があります。レーンチェンジ上りも隙間があります。このまま下りに入ると明らかに隙間が小さくなりました。これによりわずかでも斜めになるとマシンは突っ張ります。これ前回の 10M で気づいたやつですよね。可変ローラーを無理やり後付けしたら偶然右ローラーが中心によって発現しました。ロンギスの3点接壁や不審者セッティングもおそらく同じ原理でしょう。壁が狭くなるウェーブセクションはローラー幅が狭くなるので通過できます。レーンチェンジ下りの右上がり対策で左ローラーを高くする方法がありますが、コースをテープで固定する場合に干渉することがあります。
変長心シャーシは右上がりを重心で対策するため左ローラーを低くできます。テープが相当下にまで貼られていなければ干渉しません。左ローラーをわずかに斜めに取り付けることで上段の魔王ローラーだけが当たるようになります。斜めで引っ掛けたい時だけアルミローラーが当たります。2022年からずっとやってきたルール無用で得た経験を積み込みました。集大成となるのでしょうか。まずは 75% で挙動を見ます。5 1.624 秒記録更新です。あまりに想定外のことで喜び損ねた。これフルスピードじゃないですよね。どういうこと？レーンチェンジ。上りで左上がりの姿勢になります。斜めになることで突っ張りが生じます。壁飛び移り後も姿勢はそのままです。まさに私がずっと求めていた動き、変長心シャーシの理想が現実となりました。そして 1.5 秒台も現実的になってきました。それでは行きましょう。 100%。 5 1.528 秒。きた。ついに 1.5 秒台へと到達しました。これが私の集大成です。レーンチェンジ1周目。先ほどとほぼ同じ姿勢です。2周目。左側の位置が高くなりました。比較。1周目では見えなかった LED が2周目では見えるくらい位置が高いです。ですがそれでも耐え切りました。完璧です。 1.5 秒という大台を変長心シャーシで達成できたことを嬉しく思います。ルール無用の動画は30本で、そのうち変長心は11本。極めました。このまま 1.5 秒2里を目指します。左下段をウレタンローラーにしました。左の浮き上がりを抑制して地面への復帰を早めて再加速できるようにします。5 明らかに遅くなっています。これはダメです。パーツクリーナーでベアリングの汚れを落とします。ゆとりオイル塗り塗り。ちなみにこれまでも出しと注油済みのベアリングです。今回はメンテナンスです。カーボンロッドはそのままではベアリングに差し込めません。ヤスリで削ります。削りすぎるとガタつくため確認しながら調整します。ローラーの保持をすべてカーボンロッドに変更しました。ローラーの回転チェック。スタートまでの分でプラス1秒します。41秒。スルスルグッドです。あれがあったので補修します。設計と積層方向的に割れやすい箇所です。重量チェック。 40.70g。 2.76g 軽くなりました。どうでしょうか。5 記録に届かないです。なぜだ。タイヤを新品に履き替えました。プログラムを回収しました。徐々に回転を上げるようにしています。走り始めの空転対策です。5 先ほどよりは速くなりました。柱ありに乗せ替えました。剛性を高めます。ネジ止めに戻しました。5 遅くなりました。組み立てが良くなかったか、そしてこれまでの走行が遅くなった原因が分かりました。それはコースです。変長心シャーシは構造上路面のわずかな歪みでタイヤの設置が変わります。これが日によって変わっている可能性が非常に高いです。湿度や温度がコースコンディションに影響するってよく言いますよね。最速タイムを出したのを基準日として、ウレタンは3日後、カーボンロッドへの変更が4日後、プログラム回収が5日後です。そしてこの仮説を決定づける走行があります。1.557 秒。ウレタンに変える前に全く同じセッティングで走行した時のものです。違うのは日にちだけ。日にちで速度が違うのは過去の変長心シャーシでも発生していました。会場の違いでもかなり速度が違っていましたよね。変長心シャーシの弱点が判明したところで今回は終わります。今回はローラーステーを開口にして空気抵抗を低減させました。さらにこれまでの経験を総動員した集大成マシン。それが UEC エアロブレイカーです。大台である 1.5 秒台へと到達しました。このマシンの構造を可能にしているのが PPSCF です。すごい素材でしたね。PCBA は今回特別に2話からクーポンを発行しました。先着10名で10ドル安くなります。
かなりお得なので概要欄のリンクからぜひ使ってみてください。今回は変調真の極致に至ることができて非常に嬉しく思います。次は 1.5 秒切りですか。タイムも重要ですがまだまだ別のアプローチも画策しているのでお楽しみに。変調新シャーシの弱点も判明しましたからね。チャンネル登録をして次回動画の通知を受け取りましょう。いいねコメントもモチベーションになります。それではまたのし。